ハンターも技が増えたが、モンスターにもかっこいい必殺技が追加されているのを知ってるか？今回はハンターを気持ちよく昇天させてくれる必殺技をトップ10形式で紹介するぜ。何度やっても避けられない。何が避けられないんだ？あれよ、あれ。マガイマガ殿。なんかバーッと走ってビョーンって飛んで、ドカーンって落ちてくるやつ。もしかして必殺技の第鬼火恨み返しか？そんな名前があるの？公式が名前を付けているぜ。マガイマガドに限らず、最近の作品ではかっこいい必殺技を使うモンスターが増えてきてるんだ。かっこいい必殺技か。やられちゃうのは尺だけど、ちょっと気になるわね。それじゃあ今回は、多くのハンターを葬ってきた。かっこいい必殺技をトップ10形式で紹介していこうか。技の威力だけじゃなく、かっこよさや美しさも考慮したランキングになってるぜ。豪快かつ美しいモンスターの技の世界に酔いしれるといい。いいわね。私がやられないなら大歓迎よ。最初に紹介する第10位は、テオテスカトルのスーパーノバだ。かっこいい名前だけど、どんな技なの？テオテスカトルは粉塵と呼ばれる古い組織片をばらまいて、粉塵爆発を発生させる能力を持つんだ。スーパーノバはその能力の極致で空中に舞い上がり、大量の粉塵を巻いて大爆発を発生させる。テオテスカトルを中心に発生する爆発は言葉通り超新星爆発を彷彿とさせるぜ。テオテスカトルは痛くないのかしら？自分の能力で傷ついたりはしないだろう。4で急に追加されたから、いきなり謎の大爆発を起こす姿に過去作プレイヤーは驚愕したぜ。一撃でハンターをキャンプ送りにするほどの威力で、必殺技と呼ぶにふさわしい技だ。それは仰天するわね。ちなみに妻に当たるナナテスカトリは、ワールドで必殺技ヘルフレアを獲得している。どんな技なの？テオテスカトルと同じように空中に浮かぶんだが、着地の際に風圧を発生させる。さらに、ナナテスカトリ特有の青い炎を炸裂させるんだ。青い炎はあるだけでスリップダメージを受けるし、爆発すると吹っ飛ばされる。一発大ダメージのスーパーノバと違い、スリップダメージ、風圧、爆発の波状攻撃だぜ。青い炎は綺麗だが、見惚れているとやられてしまう。夫を超えてない？さらに、夫婦の合体技も追加されている。テオテスカトルが空中でスーパーノバ、ナナテスカトリが地上でヘルフレアを炸裂させるぜ。技名は不明だが、画面の右側に縁王優との絆、縁起優との絆と表示される。まさに夫婦の絆ね。共同作業で排除される身としてはたまったもんじゃないけど、引き立て役にならないよう頑張って逃げないとな。第9位はアカムトルムのソニックブラストだぜ。早そうな名前だけど、アカムトルムってそんなに俊敏だったっけ？ソニックといってもヘッジホッグ的な意味じゃないぜ。ソニックブラストはアカムトルムが放つブレスのことだ。ブレスって、別に珍しくもないじゃない。ソニックブラストはアカムトルムの肺活量を生かした、正真正銘の域だぜ。他のモンスターとは違い、何か特別なエネルギーが乗っているわけではないんだ。ただの息が必殺技になるなんて、とんでもないわね。アカムトルムのスケールとパワーが垣間見えるよな。シンプルながらも強力な必殺技で、まともに食らえばよっても瀕死、悪キャラキャンプ送りだぜ。ソニックブラストは一撃必殺級の技に、公式が初めて名前を付けた例なんだ。起源にして、頂点というクエスト名を冠した、アカムトルムらしい待遇だろ？なるほど、アカムトルムは必殺技界でも起源なのね。第8位はアイスボーンのアン・イシュワルダが放つ必殺技、入滅連下防呪法だぜ。今までとは一転、漢字だらけの必殺技ね。これはどんな技なの？アン・イシュワルダは超振動波を起こせるんだが、入滅連下防呪法はその能力をハンターに全力でぶつける技だ。超巨大な超振動波の弾を地面にぶつけて、ハンターの立っている大地ごと爆発させるんだぜ。爆発の際はエリア全体の地面や砂地が吹き飛び、上空まで巻き上げられていくぜ。地殻変動すら起こせるというアン・イシュワルダの能力の真骨頂だよな。また、威力も凄まじく、別エリアにまで振動として伝わる。威力も演出に恥じないほど高く、まともに食らえばひとたまりもないぜ。見ていてすがすがしいくらい派手ね。ちょっと食らってみたいかも。いつかやってみるといい。私はフットブレイムを安全圏から干渉させてもらう。第7位はサードで登場した、天妻が土の必殺技、大竜巻だぜ。シンプルね。大きい竜巻ってこと？そうだぜ。ただ、天妻が土の大竜巻は、今までになかった新しい攻撃でハンターを驚かせたんだ。たくさん竜巻を出してくるとか？ハンターを吸い寄せてくるんだ。
風の力を操って、ハンターを自身の下に引き寄せた上で、巨大な竜巻を発生させてくる。竜巻を発生させるために上空に舞い上がる姿は美しく、固有にふさわしい神々しさを体現していたぜ。逃げないと被弾するから、あまりじっくり見る余裕はないけどな。走って逃げ切れるの？サードならうまく走れば逃げ切れたぜ。だが、クロスシリーズの裏ボスとして復活した際は、さらに大竜巻の吸引力が強化された。よほど距離が離れていないと走ってもほとんど間に合わなくなったぜ。どちらの登場作品でもバリスタにしがみつけば大丈夫だ。そうすれば、大技を出す天妻が土の勇姿を堪能できるぜ。それに、一定以上のダメージを与えると技を中断させて、逆にダウンを奪うこともできる。対策も色々あるのね。私はバリスタの近くでずっと待っちゃいそう。第6位はバルファルクの彗星だぜ。天妻が土もそうだったけど、すごくシンプルな名前ね。どんな技なの？バルファルクは飛行の際に隆起という各色のエネルギーを使うんだ。彗星を行う際は、隆起エネルギーを豪快に利用するぜ。目にも止まらぬ速度で飛び立ち、上空を旋回した後、隆起をまとった体でハンターめがけて急降下してくる。落下の際に近くにいると BGM が小さくなるという演出も施されている。演出はすごいけど、目視で回避するの不可能じゃない？慣れないと難しいな。恐ろしい技だが、上空を飛び回るバルファルクの姿は文字通り彗星そのもので、何度でも見たくなる美しさだ。見惚れていると大事故に繋がるけどな。ライズにもいるみたいだし、私もいつか潰されることになるわね。第5位はアイスボーンのメインモンスター、リベルカーナの必殺技だ。公式名称、アブソリュートゼロだぜ。技名からしてかっこいいんだけど、内容もかっこいいぜ。氷塊を生成し、回転しながら超低温ブレスを放ちつつ空中に舞い上がる。そして対空したまま地面にブレスを放ち、今度は地面に巨大な氷柱を生み出すんだ。巻き込まれると氷塊と氷柱に挟まれて大変なことになるぜ。遠くで見る分には壮観でリベルカーナと霊気の鋭さを存分に鑑賞できる。実際にプレイしたらそれどころじゃないんだろうけど、本当に綺麗な技ね。思わず目を奪われてしまう美しさだよな。アイスボーンのメインモンスターにふさわしい必殺技だぜ。第4位はアイスボーンで登場した、ムフェトジーバの王の雫だ。王の雫？全然イメージが湧かないわ。ムフェトジーバは青白く輝くエネルギーを操り、ブレスにも応用するんだが、王の雫はその能力を最大限に発揮した必殺技なんだ。発動時は空中に舞い上がって地上にエネルギーを放ち、エリア全域を青白い炎で覆う。この予備動作の後、星のように光るエネルギーの雫を地面に落とす。雫が地面に落ちた瞬間、エリア一帯を壊滅させるほどの爆発的な衝撃が発生するぜ。めちゃくちゃかっこいいわね。雫が地面に落ちるまでの数秒間 BGM が小さくなるんだが、やばい攻撃が来る感がひしひしと伝わるいい演出だぜ。この技を出されたら障害物に身を隠すしか対処法はなく、被弾したら確定でキャンプに送られる。文字通りの必殺技ね。さて、ベスト3に入っていくぜ。第3位はライズのラスボス、百竜の塩原なるはたた姫の激竜はたた神だぜ。いよいよ私にもわかるのが来たわね。でも、どんな技だっけ？激竜はたた神は2つの段階がある。激竜層に見える柱を回転させてハンターを攻撃するのが第1段階だ。この段階では、柱による攻撃と同時にハンターを自身の真下に吸い寄せてくる。そして、第2段階では大岩を浮かび上がらせた後、口から小さな雷の雫を落とすんだ。弾が地面に着弾した途端、地上一帯に大爆発が起こる。なんか、最後が王の雫っぽくない？お、気づいたか。さらに言えば、激竜層を回転させる攻撃はダブルクロスのアトラルカが使っている。それに、ハンターを引き寄せるのは天妻が土の大竜巻と同じだ。他のモンスターの技が3つ組み合わさってるのね。しかも、使われているのはどれも過去作のラスボスや裏ボスの必殺技なんだ。この技は攻撃で中断させることもできるし、威力も他の技に及ばない。本来はもっと下の順位に置くところなんだがな。だが、過去作のラスボスの必殺技が、3つも複合しているところに不覚にも感動してしまったんだ。中断させるのがもったいないと思えてしまうほどにな。というわけで、今回は感動と美麗な点も加味して、3位に入れさせてもらったぜ。過去作をやってきた人にとっては感慨深いのね。さあ、第2位の発表だ。第2位は近畿モンスターの元祖、ミラボレアスの豪華だぜ。これはアイスボーンに登場した際に引っ提げてきた必殺技なんだ。シンプルなドラゴンだからかしら、技名もえらくシンプルね。内容もシンプルだぜ。
上空に舞い上がり、シュレード上の戦闘エリア全体に、超強力なブレスを吐いてくるんだ。このブレスにより、辺り一面が火の海に変わるぜ。ミラボレアスの強さがよくわかる技ね。火の海は予備動作に過ぎないぜ。一定時間炎を吐き続けた後、ミラボレアスは急激にブレスの火力を上昇させるんだ。このタイミングまでに退避が間に合わなければ問答無用で即死だ。防護壁を作動させて降下を防ぐギミックもあるんだが、あまりの熱に防護壁が溶解してしまう演出も見事だぜ。数日で世界を焦土に変えるという設定に偽りなしだ。第6使徒みたいな火力ね。初めて焼かれた時は、ゲームの映像技術がミラボレアスの強さに追いついたんだな、と感動したぜ。即死する威力であるにもかかわらず、ただの炎ブレスというド直球かつシンプルなところが、ミラボレアスらしいよな。いろんな能力の必殺技がある中でこの迫力と威力だもんね。ミラボレアスに対する公式のこだわりを感じるわ。さて、いよいよ第1位の発表だ。ミラボレアスよりかっこいい技、なんなのかしら。栄えある第1位は、アルバトリオンのエスカトンジャッジメントだぜ。ミラボレアスと同じくアイスボーンで復活した際に実装された必殺技だ。中二感あふれるネーミングね。アルバトリオンはたくさんの属性を使うんだっけ？そうだぜ。アイスボーンのアルバトリオンには、炎活性、氷活性、竜活性の3つの状態が存在するんだ。エスカトンジャッジメントが発動するのは、竜活性状態から炎または氷活性状態に移行するタイミングだ。一体どんなことをしてくるのよ？竜活性状態のアルバトリオンが不意にエリア中央に移動したら、エスカトンジャッジメントの合図だぜ。赤い流光を発しながら属性エネルギーを放出し始める。BGM が消え、地面が赤熱するレベルの熱がエリア一帯に広がっていくんだ。そしてアルバトリオンが飛び上がった後、属性エネルギーの衝撃波がハンターを襲うぜ。氷活性への移行の場合、熱気ではなく冷気がほとばしる。衝撃波のタイミングでは氷の結晶が発生し、一瞬で砕け散る。属性に応じてエフェクトが違うが、どちらもド迫力だぜ。かっこいいわね。アルバトリオンの特色が遺憾なく発揮された必殺技だ。ちなみにこれはスリップダメージで1秒程度で体力を全て持っていかれる。どうしたらいいのよ。王の雫みたいに障害物に隠れるとか、中断させるとか？いや、エスカトンジャッジメントは回避不可能だ。実質即死する技でありながら、出された以上は必ず被弾する必中の技でもあるんだぜ。回避するための対策がない技を公式が用意した例はこれだけなんだ。じゃあ、2回はおつる覚悟で3回出される前に倒すとか？いや、属性ダメージを与えることで威力を抑制することができるんだ。エスカトンジャッジメント発動時の有効が弱まっていれば、ある程度の抑制が成功していることになる。ただ、この場合も回避は不可能だから回復で対応するしかないぜ。どの道、まともに食らうしかないのね。しっかり抑制できていれば、回復を飲みながら壮大な技の一部始終を鑑賞できるぜ。抑制できなければ、まあ、その威力を魂に刻むしかないな。抑制できなかった時の絶望がすごそう。かっこいい必殺技ランキングトップ10は以上だぜ。どの技も気持ちよくおつれそうなかっこよさがあるわね。ユーザーが付けた技名も色々あって面白いが、公式が名前を付けた必殺技の迫力は別格だよな。ユーザーが付けた技って？グラビモスのグラビームやガノトトスの亜空間タックルなどだな。天妻が土の大竜巻も、その吸引力に震えたユーザーからダイソンの異名を付けられていたぜ。ダイソン、大竜巻の恐ろしさを見事に表現してるわね。ミラボレアスやアルバトリオンにも必殺技が追加されたし、今後も復活モンスターが新しい技を披露してくれるかもな。映像技術の発展を感じられる、ド迫力の必殺技が追加されるのを期待して待とうじゃないか。私はまず、第鬼火恨み返しを避けられるようにならないと。コツを教えてやるから、この後一緒に借りに行ってみようか。避けるタイミングで声かけしてやるよ。助かるわ。モンスターの必殺技に痺れた人は高評価を。他にもランキング動画も作っていくから、楽しみな人はチャンネル登録をお願いね。この必殺技もいいよね。って人はコメントしていってくれ。初めて被弾した思い出話も大歓迎だ。ご視聴、ありがとうございました。モンハンの操作はどんどん快適になり、ハンターも強化されている。だが、シリーズが進んでも強者として君臨してきたモンスターもいたよな。スーパーサイヤ人、悪魔の乱入、巨大豪遊。ハンターを恐怖に叩き込んだ友達が、まぶたに浮かぶようだぜ。絶対に弱くならないでほしいという、我々ハンターの願いを動画にしていくぜ。次回、絶対に弱体化しないでほしいモンスター。ゆっくり見ていってね。